それほどでもないゲーマーラジオへようこそ。今日はリスナーからのお便りに答えるのだ。早速1つ目のお便り。使っているキャラクターのパワーに困っています。歴代主人公を務める伝統あるキャラクターなのですが、私の使っているキャラが世間では弱いと言われて久しいです。カプコンさんにお気持ち表明メールを送り続ければ改善されるでしょうか。ずんだもんさん、どう思いますか。なるほど、使用キャラが弱キャラであることに苦労しているということなのだ。使用キャラについてはいろいろな考え方があるのだけど、とりあえず言えることは一つなのだ。キャラ変えろ。誰もお前にそのキャラを使えと頼んでないよ。自分で好きで使ってるんだろう。なら好きに変えても誰も文句は言わないのだ。歴代体験を使ってても弱かったらライトボウガンを使うだろう。マブナイシより神石の方が強いから武器が揃ってれば変えるだろう。T カードに制限が入ったら迷うことなくデッキテーマを変えるだろう。一緒だ。人は強さに惹かれる。強いキャラ、強い武器を使え。なんな恥ではないのだ。キャラ替えが面倒だというのなら調整を待つのもありなのだ。今のゲームはそういう楽しみ方、待ち方ができるのだ。自分のメンタルが納得する落としどころを探すのだ。2つ目のお便りに行くのだ。ランクまでよく1抜けされて困っています。私の使っているキャラは光の加護を受けた光の戦士なのですが、あまりにも存在が神々しいため、対戦相手は2戦もできる勇気が持てないのだと思います。格闘ゲームは相手に立ち向かってこそだと思いますが、ずんだもんさんはどう思いますか？どう思いますかじゃねえよ。はっ倒すぞ。僕が近年稀に見る人格者でよかったな。あと、日本が銃社会ではなくてよかったな。世が世なら切り捨ててるからな。まあ、よくわからない自慢メールはさておき、ランクマの考え方自体は一向の余地があるのだ。ランクマを本番と取るか、ちょっと真面目な練習の場と取るかどうかなのだ。本番として捉えるのなら、一戦抜けは昔のゲーセンでいうところの1クレジットで席を立つイメージなのだ。だから負けて1抜けもまあいいかなと思うのだ。勝った場合は勝った場合で確実なポイントを稼いだとして戦果として持ち帰るという考え方で良いと思うのだ。状況に応じて立場を使い分けているダブスタ的な考えだけど、どういう思想でゲームに向き合うかまでは他人がどうこう言える部分ではないのだ。僕はランクマをちょっと真面目な練習の場として捉えていて、普段練習しているコンボや連携ができるかの確認の場でもあるのだ。だから基本的には連戦しているよ。確認の機会は1回でも多い方がいいのだ。もちろん僕の考えを強要するつもりはないけども、ランクマの向き合い方に迷っているプレイヤーがいたら自分が何を求めているのか考えてみるのをおすすめなのだ。ランクマは数字の上下が絡むから気にしてしまうのは現代人なら当たり前なのだ。だから無理にやらなくていいのだ。じゃあ本日最後のお便りなのだ。魅惑的なスタイルを持つあるキャラをモダンで使うのを楽しみにしていましたが、どうしても自分の肌には合わずモダンを断念してしまいました。しかし知り合いにモダンを楽しむと豪語してしまった手前、バレるのが怖いです。ずんだもんさん、なんとかなりませんか？もしもし、ずんだもん。もしもしディア、実はカナタがね、モダンチュンリーを。やめろ、そいつにだけは言うな。マジでやめてくれ。私のこと甘く見たよね。というわけで今回はモダンチュンリーの初級者向け動画だ。カナタ、本当にやるんだな。お前はモダンチュンリーに折れている。それでも初級者向け動画を出そうというのだな。僕は止めないがいいんだな。やるよ。コンボをまとめておけばこれからスト6を始めようというプレイヤーの役に立つかもしれない。これは人の役に立つかもしれないことだと信じてやるよ。わかった。モダンジュリの動画に続く低評価を覚悟だというのなら僕は何も言わないのだ。カナタ、骨は拾ってやるのだ。頼んだ。じゃあ早速始めようなのだ。チュンリーはスピードキャラクターと銘打たれていて、素早い歩き速度と鋭い牽制技が特徴のキャラだ。ユニークな必殺技を多く持ち、歴代愛されてきたキャラクターでもある。キャラ性能の評価以外にもチュンリーの見た目が好きで使っているプレイヤーも多いだろう。プロシーンではクラシックチュンリーが多いが、モダンチュンリーのプレイヤーも少なくない。使用率の高さから攻略情報も多いキャラでもある。またモダンチュンリーはリジェクト所属のストリーマーハイタニさんがアメリカの格闘ゲーム大会エボで使用し活躍したキャラクターだ。
シリーズを通して操作が難しいと言われているチュンリーだが、モダン操作による簡易化で使いやすくなったとも評判だ。クラシックモダンにかかわらず、チュンリーは対戦相手として手強さを感じるプレイヤーも多いだろう。立ち回りの強さが売りのキャラだから、チュンリー相手の地上戦が苦しいのはコンセプト通りなのだ。分かってるけど苦しい。チュンリー使いにとっては理想的な感想だな。現状のチュンリーはキャラの評価も高い、キャラ替え候補としてもおすすめだぞ。ではチュンリーの特殊技から見ていこう。この動画で紹介していない技やコンボもブログで記載している。時間があれば見に来てくれ。よろしく頼むのだ。ピョンキョウ八景技キャン可能の特殊技で、強攻撃にもかかわらず全体モーションが短めなのが特徴だ。スト3サードの対戦動画でこの技でゲージを貯めているチュンリーを見た人は多いと思う。スト6ではリーチこそ短いが、ガードされてもマイナス1フレームと隙が小さく、ヒット時には小技からコンボに行けるほど有利も取れる。また攻撃持続が長いために持続当ても可能だ。持続当てに成功すれば中攻撃以上もつながるようになる。コンボパーツとしてもよく使うため、この特殊技の出し方は早めに覚えておいて損はない。余談だが、格闘ゲームで八景といえばこの両手の形がオーソドックスだが、この形この攻撃方法が八景と呼ばれるわけではないらしい。ざっくり言うと、貯めたエネルギーを相手にぶつけることらしく、必ずしもこの形である必要はないとのことだ。だがユンも両手の小手で攻撃していることから、格闘ゲーマーにとっては八景といえばこのモーションだな。へえ、そうだったんだ。八景といえば両手のイメージだったのだ。じゃあ KOF の K ダッシュのワンインチとかもそうなの？ワンインチパンチは大体は寸景と呼ばれているが、一応八景の一種らしいぞ。八景は中国拳法に関わるキャラによく使われてるな。次に6強よく先客、歴代のチュンリーも使ってきた飛び蹴りだ。ガードされた時の隙は大きいのだが、リーチが非常に長く浮いているので、相手の下段攻撃を避けながら攻撃もできる。またこちらの牽制技や前歩きを嫌がって技を置いてくる相手に差し返しができるとリターンが大きいぞ。隙が大きいため安易には使えないが、下手な技を使うとこの技でお仕置きしますよという意思を込められる特殊技だ。まずは先端当てを意識して使っていこう。次に新モーションである幸運流水、通称構えだ。コマンド入力が必要だが、扱いは必殺技でなく特殊技になっている。以後この動画では幸運流水のことを構えと呼んで統一させてもらう。他に構えに該当する技がないため、チュンリーの構えがと言われたらこの技のことを指していると思って問題ないはずだ。構え以降から弱、中、強それぞれに派生技があり、主にコンボパーツとして使うことが多い。本来技キャンのかからない6強や足払いである3強からキャンセルとして出すことも可能だ。また構え行動の最大の特徴として、構えからの派生攻撃からの必殺技にため時間が必要ないという特徴がある。どういうことかというと、例えばチュンリーの気功拳やスピニングバードキックは本来ため技であり、事前にコマンドのためを入れ続けることで成立する技だ。だが構えから出すとこのため時間を省略することができる。気功拳は本来45フレーム以上のためが必要だが、画面ではため時間を省いて気功拳が成立している。構えが派生攻撃からの気功拳やスピバを出す場合はため時間が必要なくなるということだ。構えはチュンリーの操作難易度を上げている要因ではあるが、同時にチュンリーのコンボ難易度を下げてくれてる技でもある。ガードの上からの連携で使うこともあるが、主な出番はコンボのため、各種派生技の使い方はコンボと一緒に覚えよう。ではチュンリーの必殺技を紹介していこう。 N+SP で百列脚、通称百列だな。正規入力は波動拳コマンド+攻撃ボタンだ。ワンボタン番は中百列脚になっているが、正規入力があるので強度の使い分けが可能だ。チュンリーの代名詞である必殺技であり、スト4以前のシリーズではボタン連打で入力する必殺技だった。ノーマル版は主にコンボで使うが、オーバードライブ版百列脚は隙の少なさを生かして立ち回りで使うこともある。オーバードライブ版百列脚はボタンの追加入力で派生技があり、ダウンを奪うことができる。ヒット確認が容易なためガードしているかの判断もしやすい。またオーバードライブ技のため SE2 にもキャンセル可能だ。唐突な奇襲からまとまったダメージを取れるということを覚えておく。オーバードライブ百列脚は偉い技だよね。発生速度も悪くないしリターンもあるのだ。こういう前に出るためのパーツが強いのは好感が持てるのだ。全くだな。弱攻撃からもつながるからかなり便利なオーバードライブ技になっているよ。次に 6+SP 転生脚、正規入力は下入力に回足す攻撃ボタンだ。ワンボタン番は強番の転生脚となっている。コマンドが少々特殊だが、チュンリーの昇竜拳的な必殺技でちゃんと対空無敵がついているため相手の飛びはこの技で落とせる。
オーバードライブ版は完全無敵がついているからぶっ放しにも使えるぞ。ワンボタンで対空が取れるのがモダンチュンリーのメリットの一つなので、相手の飛びはしっかり落としていきたいな。ただし昇竜拳ほど信用できるわけではないので、龍拳のように使うとうまく機能しない時もある。また今日晩天焼却は発生が9フレームと少々遅い対空だ。状況によっては発生の早い弱晩天焼却も必要になるため、できれば正規入力で使い分けたい。まだゲームに慣れない段階でも天焼却の技範囲を覚えるために早めに取り入れていってほしい。地上戦が鋭いチュンリーが対空無敵の技を持っているだけで強いと思ったけど、結構ピーキーな感じ。そうだな、思ったより前に伸びないと感じた時は多いな。昇竜拳に比べてダメージも少し控えめになってはいる。それでもないよりはマシだが、ダメージの低さから相手に与えるインパクトが低いため、この技だけで対空を取っていると飛ぶのをやめてくれない可能性もある。チュンリーを使うなら空中投げなどの対空も視野に入れるようにしてほしい。次に2たす SP 破山集集団攻撃剣と新技の必殺技だ。正規入力は存在しないため、モダンチュンリーが使える破山集は中盤とオーバードライブ版のみだ。ガードされてもマイナス3フレームで済むため、連携の最後に持ってくる入れ込み技としても使うことが可能だ。また武器の高さを利用して相手の飛び道具を避けながら攻撃する弾抜け技としても使うことがあるな。オーバードライブ版破山集は正式に飛び道具無敵がつく上、ヒット時に相手が浮くためコンボを伸ばすこともできる。鋭い地上戦の中で大胆な奇襲をかけられる必殺技になっている。リスクはあるが使わないのももったいないと感じる技だ。破山集の存在を盾に通る選択肢もあるが、そもそも破山集を知らない相手には普通に崩しの攻撃として使うことができる。知らない相手にはガンガン使ってぼったくっていこう。ぼったくりを推奨するのはやめろ。序盤で楽な勝ち方だけ覚えてしまうと、後で苦労するのはそのプレイヤーなんだぞ。ごめんなさい。でもずんだもん、相手がこの技を警戒してくれないと前歩きのプレッシャーが増えないんだ。警戒してくれない相手には使っていく必要がある技になってるんだよ。剣の劉備脚もそういうところあるだろ。劉備脚があるから剣の陣雷脚や前歩き通るよねみたいな感じ。否定できない。存在を示す必要がある技、確かに使う必要がある相手もいるのだ。まあ破山集は慣れるとパリなどで対処される可能性もあるから乱用は危険だ。注意してくれ。次に4たす SP 飛行剣正規入力は4ため6たす攻撃ボタンだ。ガイドや DJ と同様でため技になっている飛び道具だ。ワンボタン版は強版の飛行剣になっている。正規入力が可能なので強度の内訳が可能になっている。飛行剣は弱、中、強でそれぞれ使い方が大きく変わるのが特徴だ。弱版は一番発生が遅いが弾速も遅いため、チュンリーが一緒に歩いていける飛び道具になっている。遠距離で着飛行剣を撃てると余裕を持ってラインを上げられる。街行動への対策としてお手軽な手段だ。ノーマル版はどの強度も画面の途中で消えてしまうが、この途中で消える仕様が飛行剣の回転率を上げられるため必ずしもデメリットというわけではない。オーバードライブ版はヒット数が上がり、飛距離も画面端まで届くようになる。剣のオーバードライブ波動剣同様で相手が吹き飛ばないため、ドライブラッシュからコンボを伸ばすことも可能だ。飛行剣は使い分けが必要だが、適切に使っていけると優秀な飛び道具だ。飛行剣をどこで使うかもプレイヤーの個性になるな。かなり強いよね。飛行剣、飛び道具と一緒にラインを上げること自体が強いけど、ちゃんと牽制で使えるのも偉いのだ。正直弱飛行剣と一緒に歩いてこられるとかなり困るのだ。チュンリーの歩きの速さも相まって強力だよな。俺も困ったら弱飛行剣と一緒にラインを上げているよ。頼りになる飛び道具だ。次に正規入力のみ対応の必殺技スピニングバードキック、通称スピバだ。コマンドは2ため8たす攻撃ボタンだ。物理法則を完全に無視して移動しながら攻撃する多段技だ。主にコンボパーツとして使う。ボタン強度が上がるにつれて発生が遅くなるが、ヒット数と移動距離が上昇する。弱版は弱攻撃から、中版は中攻撃から、強版は強攻撃からつながる。主に使うのは中版とオーバードライブ版になる。オーバードライブ版はヒット後に追撃が可能になっている。中攻撃ヒット後にオーバードライブレージを使ってダメージを伸ばしたい場合はオーバードライブ版を使おう。スピバは他のため技と違い、ために必要なフレームが30フレームと短い。このため弱攻撃からもコンボに組み込みやすくなっている。百列脚よりダメージが高く、相手を運ぶコンボとしても使え、ダウンも取れる。基本的にチュンリーのコンボはスピバを組み込むことが基本だ。
中盤とオーバードライブ版のスピバを出せればコンボには困らないので、まずは5中からためを仕込めるように練習しよう。次に超必殺技スーパーアーツだ。 SA1 飛行小簡易入力は N オア 6+SP ボタン+強ボタン。正規入力は真空波動拳コマンド+弱だ。チュンリーの目の前に大きな木の塊を出す飛び道具の SA だ。攻撃範囲は限られているが発生が7フレームと速いためコンボの締めにも使うコンボパーツになる。竜の真空波動拳同様に慣れと打撃に対して無敵がついているのでぶっ放しに使うことも可能だ。モダン操作の場合は簡易入力で出せることもあり、様々な場面で切り返しとして使うことが可能だ。 SA1 での切り返しのしやすさがクラシックチュンリーとの明確な違いになるため、反撃確定状況でしっかり出せるようにやり込んで使っていってほしい。強いのだこの技。ワンボタンで出していい SA じゃないのだ。確かに使っている側も頼りにしている明確に強い SA だな。飛行小のおかげでバーアウトでもある程度余裕が持てるモダンチュンリーを使っている理由としてかなり大きい理由になるだろうな。 SA1 は空中版も存在する最大コンボのパーツとして使うこともあるため、使い方はコンボと一緒に覚えてくれ。次に SA2 東翼戦簡易入力は 4+SP ボタン+強ボタン。正規入力は真空波動拳コマンド+中だ。相手に突進して連続蹴りを放つ SA だ。スト3サードでよく見たというプレイヤーも多いだろう。発生が11フレームと少し遅めだが、その代わりに長い無敵時間と移動距離を持つ。コンボパーツの他に弾抜け差し込みと用途が広いためかなり汎用性の高い SA2 になっている。他の SA2 に比べるとダメージが低めなのだが、ヒット後にジャンプキャンセルが可能になっているためコンボが伸ばせる。モダンでは簡易入力を使って狙える機会が多い。相手の甘えた行動をしっかり咎められるように使っていってほしい。誰の前で弾を撃ってるんだってやつなのだ。2ゲージを持っているチュンリーはかなりプレッシャーがあるのだ。この技を盾にしてラインを上げる戦略も取れる頼りになる SA だぞ。次に SA3 総展覧歌簡易入力は 2+SP ボタン+強ボタン。正規入力は真空竜巻コマンド+強だ。他のキャラ同様でヒット時に相手をロックして演出に入る大技だ。発生が8フレームとかなり速いため簡易入力による割り込み手段としても優秀だ。また攻撃範囲が大きく横に広いためフォースダウンの追撃にも使いやすい。しっかり無敵時間がついているのでぶっ放しにも使えるが、チュンリーは SA1、SA2 ともに無敵時間があるためぶっ放しで使うのは少々ゲージがもったいないところがある。はじめはコンボでしっかりと使えるようにして慣れてきたら割り込み手段として考えてみよう。次にアシストコンボの紹介だ。アシスト弱コンボ5弱系弱百列脚。クラシックスタイルでいうところの5弱系から弱百列脚をつなげるコンボだ。竜のアシスト弱コンボ同様にガードの上からでも出してしまうのでコンボを入れ込むのは危険なので注意してほしい。弱番と中番の百列脚はガードされると反撃確定だ。注意してほしい。あのさ、このコンボ使いや使わない。アシスト弱は初段で5弱系を出してくれるのは便利なのだが5弱系からは中百列脚がつながる。なのでわざわざダメージを下げて弱百列脚にする必要はないな。中百列脚がつながるのにどうして弱百列脚が設定されているのかはわからない。後でまた触れるがモダンチュンリーで変えてほしいポイントの一つだな。アシスト中コンボ2中パンチオーバードライブ百列脚 SA にジャンプ中パンチ空中百列脚。しゃがみ中パンチからオーバードライブ百列脚をつなげてゲージがある場合は SA に行くコンボだ。あのさ、いやずんだもん言わなくていい。最初に言っておく。このコンボも使わない。アシスト中初段の2中パンチは使う機会が多いが2中パンチからオーバードライブ百列脚を入れ込む機会はあまりない。このアシストコンボも変えてほしいと願うポイントだな。アシスト弱コンボもアシスト中コンボも使わない。ちょっと嫌な予感してきたのだ。アシスト強コンボ2強パンチ構え強ボタン派生 SA さん。使わない。初段が2強パンチなんだが2強パンチは2強に設定されているためアシスト強自体ほぼ使わないボタンになるな。モダンチュニーってアシストコンボ全滅組？そうなんだよ。本当に使い道がないんだよな。ここがモダンチュンリーの残念なポイントになっていてアシストコンボの使い道が薄いんだ。いや使い道が薄いというかほぼない。正直最初の一歩目のコンボとしてもおすすめしがたい。アシストコンボは使わなくなるというのが全キャラ共通ならまだしもモダンガイレやモダンケンみたいに使い続けるキャラもいるからな。
この辺りのキャラ差は本当になんとかしてほしいところだ。特にモダンチュンリーはアシスト強自体を押す機会がない。実質使うボタンが一つ減っているので、これは大きなデメリットな気はするな。モダンチュンリーは対戦していてかなり厄介な印象があったのだけど、システム的には恵まれてはいないキャラだったのか。ざまあみろと思う気持ちがなくはないのだけど、せっかくの新システムに馴染めていないのは純粋にかわいそうとも思うのだ。そのあたりの所感については後でまた触れるが、アシストコンボは内容を一新してほしいと願うばかりだよ。モダンチュンリー使い、強く生きてほしい。クンフーの力を見せるわよ。気を取り直してモダンチュンリーのコンボを紹介していこう。5弱 ×3 弱百列脚オアオーバードライブ百列脚追加入力 6SP。 5弱からの基本コンボだ。百列脚の代わりにドライブラッシュなどでコンボを伸ばせるため、5弱のキャンセルのタイミングはしっかり身につけよう。2弱5弱アシスト弱中百列脚オアオーバードライブ百列脚追加入力 6SP。 下段卓である2弱から5弱をつないでアシスト弱から中百列脚に行くコンボだ。ドライブラッシュコンボへつなぐなど発展性もあるコンボだ。念入りに練習しておこう。5中アシスト中中スピニングバードキックオアオーバードライブスピニングバードキック強点焼却中攻撃の基本コンボの形だ。中スピバからは置き攻めに行けるので状況も良い。ダメージを伸ばしたい場合はゲージを使ってオーバードライブスピバを使おう。オーバードライブスピバの後は SA もコンボにすることが可能だ。リーサルを逃さないようにしよう。画面端5中アシスト中オーバードライブスピニングバードキック弱百列脚9点焼却。画面端のオーバードライブスピバからは弱百列足を挟んでダメージアップだ。弱百列脚の後は SA1 か SA3 も狙えるぞ。ジャンプ強4強構え強 J2 中 ×2 空中強百列脚。4強からエリアルに行くコンボだ。このコンボルート自体を狙うことは少ないな。このエリアルの形は基本形になる。しっかり練習しておこう。画面端ドライブインパクトヒットアガード4強強百列脚9点焼却。画面端のインパクトの基本コンボだ。迷ったらこれだ。強百列脚の後に隠し SA でダメージアップが可能だが SA には追撃青年でエリアルにはいけないため注意してくれ。ドライブインパクトパニカンジ4強構え弱中スピニングバードキック。ドライブインパクトパニカンジエリアルルート2強構え強 J2 中 ×2 空中強百列脚。インパクトのパニカンジは置き攻め重視は地上コンボを選択、ダメージ重視はエリアルを選択と使い分けよう。もちろん地上コンボ選択時にドライブラッシュやオーバードライブスピバを使ってダメージを伸ばせる適正コンボを選べるように普段から意識しておくことをお勧めする。次にドライブラッシュコンボ2中ドライブラッシュも中4強構え弱中スピニングバードキック。中攻撃のドライブラッシュからの基本形だ。まずはこの形から覚えよう。画面端では4強から強百列脚を使ってダメージアップだ。4オア6中ドライブラッシュも中4強強百列脚 SA1。 画面端4オア6中ドライブラッシュも中パンチ4強強百列脚弱百列脚 SA3。 弱百列脚からの SA3 のキャンセルが難しい時は弱百列脚を省こう。5弱アシスト弱ドライブラッシュも弱4強構え弱中スピニングバードキック。小技からのラッシュコンボだ。必ずできるようになろう。5弱アシスト弱ドライブラッシュも弱4強構え強 J2 中 ×2 空中強百列脚。ダメージアップを優先するならエリアルに行こう。5中2中オーバードライブスピニングバードキックドライブラッシュも弱構え中9点焼却。オーバードライブスピバの後にドライブラッシュで拾い直すコンボだ。オーバードライブスピバまで入れたがダメージを伸ばす必要があると判断した時に使おう。ジャンプ強5中アシスト中ドライブラッシュも中4強構え弱ドライブラッシュも中4強強百列脚 SA3。
バーンアウト上等のフルコンボだ。リーサルを見逃さないためにもきっちり練習しておこう。ざっとだがモダンチュンリーの基本的なコンボだ。オーバードライブゲージをオーバードライブスピバに回すかドライブラッシュに回すかはプレイヤーの好みにも分かれると思う。オーバードライブ気候系やオーバードライブ破山臭にも使いたい時が多いだろう。そのためチュンリーは考えなしにゲージを使うとバーンアウトになってしまう。ゲージの使い方はよく考えてから使うようにしたいな。使いたいオーバードライブ技が多いからゲージ枯渇の可能性がある贅沢な悩みなのだ。さすがチュンリー、歴代のストリートファイターなのだ。ゲージ運用はどういう戦い方をするかによっても変わってくるからかなり個性が出やすいところだと思う。基本的なコンボを覚えた後は自分ならどうゲージを使ってどう戦いたいのか考えをまとめていきながら攻略していくと面白いと思うぞ。行くわよ。せいやくらえ。最後にモダンチュンリーの所感になるんだが、いや、折れてるのに所感も何もなくないか。使うのをやめたってことは弱いって感じたということでしょう。エボで壇上まで行ったキャラが使えないっていろいろ無理じゃん。もう話は終わりじゃない。ちょっと待ってくれ。俺はチュンリーに折れたわけじゃない。モダンチュンリーが馴染まなかっただけだ。ほうほう、何か言い訳があると。俺はクラシックチュンリーを使った後にモダンチュンリーを使った。その時に感じたことは一つなんだ。不便になった。一言での感想ならこの一言に尽きる。どういうこと？モダンは操作の簡易化によっていろいろと便利になるものだと思うけど、モダンマノンとかモダンジュリみたいにパーツが足りないから攻め手にかけて攻めがたくなったってこと？おおむねそんな感じなんだが、モダンチュンリーの場合は弱飛行剣のおかげで攻められないわけではないんだよな。なんなら検証脚がワンボタンになったおかげで歩きやすくなった側面もある。それなら龍剣と同じ感想にならない？コンボダメージが下がったけどワンボタンのおかげで歩きやすくなったんでしょう？歩きやすくはなったんだが歩く意味もなくなった。はい。ちょっと自分本位の表現になるんだな。相手を捕まえてからもしくは捕まえに行こうとした時のリターンの低下で前に詰めていくことへの意義が薄くなった。例えばクラシックチュンリーにあっためくり専用技角脚落。モダンチュンリーはこの技を持っていない。角脚落は相手にめくり攻撃を強く意識させることができる手段だ。この技を盾にして他の選択肢を通すのがクラシックチュンリーの強みの一つだ。こういったインパクトの強い技を持っていないと相手の極端な動きを抑制するのが難しいんだ。似たような理由で強破山臭や五強系といった相手の好きに狙い撃ちすることができればリターンが取れる攻撃が削られているのも攻めようという意識をなくしてしまっているんだ。攻めることによって相手の選択肢を絞らせた後にここだとリターンを求めた時、そのリターンが限られているのが不便に感じてしまった。強い行動がないと相手はビビってくれないんだ。剣でいうところの恐竜美脚を取り上げられた感じ。そうだな、優美脚を取り上げられるまでは言い過ぎかもしれないがそれに近い感覚はある。だが正直モダンマノンが5強系や中デカジェを取り上げられてたことなんて些細なことだったんだなと今なら思う。相手にも伝わりやすいリターン行動が軒並み取られたから手足をもがれたなんて言葉では言い表せない。俺は一体何のためにモダンチュンリーを使っているんだと真剣に悩んでしまった。ワンボタン対空とワンボタン SA を得た代償がこれではあまりにも重すぎる。そんなに？話を聞いてる限りはプレイスタイルの好みの話を出ないと思うけども。それは間違いないんだが断言できることが一つある。攻め手の薄さは極端な行動につながりやすいんだ。攻めていってもリターンが限られているのならリスクを負って攻めるのをやめる人間なら当然の思考だよな。じゃあ相手を待つかって話になるが、モダンチュンリーは通常技対空に使えた5中キックもない。さっき言った通り大きなリターンを求めたい対空で使える5強系もない。弾抜けを狙える強破山臭や構え中パンチ派生もない。つまりモダンチュンリーは相手の行動に対する対応力がそもそも低い。結果はどうなる？ぶっ放す。それはそうだよな、対応できないんだからな。初心者が無敵技を放しがちなのはそこが分かりやすいリターン行動だと捉えてしまう話。近いかもしれないがモダンチュンリーの場合は対応力のなさがパナシを強要してしまっている面がある。俺はモダンチュンリーのパナシに何も言えなくなった。パナすしかない。このキャラは今夜勝つ方法で何とかするしかない。そう思ってしまうほど不便を感じてしまった。どうやってモダンチュンリーでまともに勝てばいいのか本当にわからなかった。つまりあまりにも削られたパーツが厳しすぎて今夜勝ちたいと願うしかなくなったと。殴り合いするキャラじゃないのに泥臭い試合が求められるってことなのだ。少なくとも俺はそう感じた。チュンリーは鋭い牽制、素早い動き、
確かな対応力、ユニークな攻め手、ありとあらゆる要素が面白いキャラなんだなと改めて思ったよ。なるほど。なら彼方的にはモダンチュンリーはモダンジュリやモダンマノン同様でおすすめしないキャラなの？いや、それがそうとも言い切れないんだよな。さっきズンダモンが指摘してくれた通り、プレイスタイルの好みの域を出ないワンボタン SA やワンボタン点焼却による切り返しの強さはモダンらしい強さを持っている。チュンリーで泥仕合になることはいとわないが、確かな切り返し手段が欲しいと思う場合はモダンチュンリーはかなりの強さを持っていると思う。アシストコンボの見直しはしてほしいと思うが、チュンリーの強さを感じられるパーツは揃ってはいるだろう。チュンリーはキャラとしてちゃんと強いんだなというのは感じられるはずだ。何を求めてるかによって決めましょうってことだとすると、クラシックとモダンで分かれている意味も出そうなのだ。そういうことならこれはこれで良いのかとは思うけども、でも楽だと思うのは絶対クラシックスタイルの方が楽だと思う。最初の操作難易度さえ乗り切れれば、あとは手数の多さで戦っていけるはずだ。これで決める。今回はモダンチュンリーの初級者向け動画だった。最後は否定的な感じになって申し訳ない。結構期待してただけに裏切られた感も大きくてな。モダンチュンリーの良さはあるけど、攻めに困ってるプレイヤーはクラシックチュンリーを頑張った方が楽になるかもよってことでいいのだ。おおむねそんな感じだな。だがモダンチュンリーはこれはこれでいいと感じてる部分もあるから、モダンチュンリーの方向性に文句は言えないな。 SA 全てに無敵があって、しかもワンボタンで出せるオーバードライブ無敵技も持っていて火力もそこそこ出せる。確かにこの状況で攻め手まで豊富となったらかなり危ないキャラになっていた可能性もあるからな。キャラのバランスに気を使った結果なのかもしれないと感じる部分はあるよ。ガイルもそうだけど、手数多いキャラはモダンにするときに何を削るかで迷いそうではあるのだ。モダンは初めての試みでもあるし、これからなのかもしれないのだ。そうだな、調整次第ではモダンを使いたいと思っているから、どういう調整を入れてくれるかは楽しみだな。それまではクラシックチュンリーでぼったくりを楽しむとしよう。こいつモダンチュンリーで強破残臭が打てるようになったらそれしかしなさそうなのな。モダンチュンリーはこのままで良い気がしてきたのな。モダンチュンリーに否定的な感じになったが、誰前ラベキルワンボタン SA には楽しい。弾抜けを経験したくなったらぜひモダンチュンリーを触ってみてくれ。では今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございましたなのだ。やったところでディアにモダンチュンリーが楽しみだとか言ってたけど、ディアエはなんて言い訳するつもりなのだ。モダンチュンリーは楽しかったが、俺は古き良きクラシックに生きることで古からの格闘ゲーマー感を出したい。これで乗り切ろうと思っている。古き良き格闘ゲーマーはぼったくりを推奨しないはずなのだ。それほどでもないゲーマーチャンネルはそれっぽい言い訳をフレーム単位で思いつく。